こんにちは、ちっちです。今回は私が宿泊してまた訪れたいと思った温泉旅館やホテルをいいとこ取りでご紹介します。ホテルのリニューアル情報なども盛り込んでおりますので、ぜひそちらも楽しみに最後までお楽しみください。それではご紹介してまいりましょう。まず冬におすすめしたいのは、雪が降ると古い街並みが趣を増す銀山温泉にある本館小関屋さんです。2022年7月にオープン。1914年に建築され、後に増築された後、長きにわたる全面改修を経て現代によみがえり、登録有形文化財に指定されているお宿です。入り口を入ると土間とフロント、脇のラウンジではいろりと栗の木の一枚板のテーブルが出迎えてくれます。そして本館小関屋さんは、飲食すべてのご利用が宿泊代に含まれたオールインクルーシブのお宿です。日本酒に白ワイン、各種ビールにフルーツビネガーなど十数種類のドリンクを自由に楽しめます。ちなみにお飲み物は縁台やお部屋でも楽しむことができます。温泉街に灯る明かりを眺めながらお酒を片手に語らうのもいいですよね。次はお部屋のご案内です。3タイプあるお部屋のうち、今回は一番人気の川側のモダン客室をご紹介します。お部屋に入ると、まず手前に洗面、銀山川を見下ろす温泉街に面したお部屋は、フローリングにセミダブルベッド2台のモダンな和洋室、改修にできる限り古材を再利用、家具もシックな大正ロマン調で、建設当時の佇まいを感じることのできる素敵なお部屋です。お部屋の奥には縁側があり、こちらでもお酒を楽しめます。お手洗いも洗面もお掃除が行き届いていて、とても綺麗でした。そしてアメニティの数にびっくりしました。女性用と男性用があり、宿泊に必要なものが一通り揃っていました。次はお夕食のご案内です。お食事もインクルーシブ。温泉街の登録飲食店2店舗で好きなものを心ゆくまで楽しむことができます。1店舗目は野川亭さんです。山形の旬の素材をコース料理でいただけます。前菜5種盛り合わせ、サーモンの低温調理、酒粕とカリフラワーの雪景色、さわらの西京漬けと六沢大根麺のスープ仕立て、お肉は山形黒毛和牛のローストと山形産牛肉の赤ワイン煮込み、ローストは少し辛めの特製ソースでいただきます。締めのご飯は山形のブランド米つや姫に本マグロのなめろう、ホタテ、のどぐろにお漬物をご飯にのせてだし汁をかけていただきます。デザートはさくらんぼのタルトと木の実がぎっしりのガトーショコラ。お料理は山形に来てよかったと思った美味しさでした。もう一つのお食事処、白金さんでも、その名の通り温泉せいろ蒸しや炭火鉄板焼きなど出来たて熱々の煙料理を味わえます。一部料金がプラスになるもの以外は無料。
野川亭さんで早めにお夕食を済ませて、こちらでお夜食やお酒を楽しむのもいいですよね。ちなみにメニューはテイクアウトも可能。チェックアウト後も11時から14時までは自由に利用できます。次は温泉をご案内します。源泉かけ流しの2つの内湯があります。1つ目のすずり風呂は湯船に高級感あふれるすずり石を使用した黒のお風呂。壁には初夏でもあった古石屋さんの先代の作品を配した幻想的なお風呂です。もう一つのお風呂、大正風呂は白のお風呂。その昔源泉が石灰質で真っ白だったことを再現。真っ白なタイル張りの珍しいお風呂です。露天風呂を楽しみたいという方は姉妹館銀山荘の露天風呂をご利用いただけます。温泉街入り口より銀山荘まで無料バスが運行されています。季節の星や景色を見上げながら入る温泉は最高にリラックスできおすすめです。そして本館古石屋さんは朝食の品揃えも素晴らしいです。席に着くと運ばれてくるのは大きなお重。朝からすごいお料理の数です。山形の名産品がいっぱいのおかずに、山形の芋煮に焼き物汁物と、どれを食べても美味しいメニューがいっぱいです。ちなみにスタッフさんは気さくな方ばかりで、とても楽しく過ごすことができました。暖かくてふらりと帰りたくなるようなお宿でした。次にご紹介するのは、湯巡り好きな方に特におすすめの福島県会津東山温泉にある庄助の宿滝の湯さんです。伏見ヶ崎の渓流沿いに佇む温泉宿で、大浴場や足湯のほか、露天風呂に屋上貸し切り露天風呂など7つの絶景の貸し切り風呂があります。そして野外舞台を持つお宿で、特別なセレモニーでは舞台で催し物が開催されます。ウェルカムドリンクのお抹茶も嬉しいサービスです。ではお部屋のご案内です。ちなみにカラフル浴衣は女性限定で無料でレンタルできます。温泉にたくさん入りたいのでお部屋にいることが少ないと思い、今回は少人数用のリーズナブルなお部屋を選びました。私が行った季節は窓から桜が見え、秋には紅葉など四季の風景を楽しめるお部屋です。お部屋の中には洗面、入り口の方にシャワーブースもありました。お部屋にはおまんじゅうを蒸すせいろもあって、熱々蒸したてのまんじゅうをいただくことができます。次は温泉を見てみましょう。露天風呂付きの大浴場は2つあり、時間で男湯と女湯が入れ替わります。伏見の湯は窓いっぱいに景色が広がり、滝見の湯は夜は幻想的にライトアップされた滝を楽しめます。庄助風呂は壁一面に高級名石大谷石を使用。浴槽はトルマリン石入りでマイナスイオンいっぱいのお風呂です。その他貸し切り風呂は7つあり、私はいざ酔いの湯を選びました。浴
装は信楽焼の特注品。豪快に流れる川の音を聞きながら左右で温度の違うお湯を楽しめます。その他別の貸切眺望風呂に貸切露天風呂、貸切大浴場に屋上貸切露天風呂と2023年リニューアルオープンの新屋上貸切露天風呂などがあります。お風呂でさっぱりした後は無料サービスのビールやソフトクリームも味わえます。次はお食事のご案内です。お夕食は何種類かあり、私は会津郷土懐石をいただきました。お料理に合う地酒を伺って花泉をオーダー。ほんのりピンクの桜豆腐、ニシン山椒漬け、葉桜まんじゅう、お肉の三種握りなど、見た目は派手ではありませんが、会津のお料理の美味しさがわかるメニューがいっぱいで、あっという間に完食しました。続いて朝食のご案内です。朝食は板前が作る目にも美味しい朝食膳をいただけます。前のスペースにはお餅バイキングや飲み物に郷土料理もありました。白米が進む美味しいお料理とつきたてのお餅で福島のお食事の美味しさを改めて実感しました。美味しいものを食べて温泉をじっくり楽しみたい方におすすめのお宿です。次は草津にやってきました。ご紹介するのは2021年オープンラビスタ草津ヒルズさんです。ドーミーインなどのホテルを全国展開されている強立メンテナンスさんが運営されているホテルです。草津初の最上階に眺望浴場と全客室が天然温泉露天風呂付きです。さらに滞在中の飲食や貸切風呂の使用料も宿泊代に含まれたオールインクルーシブのホテルです。グリム童話をモチーフにしていて、館内の随所でその雰囲気を感じられます。吹き抜けの中庭にはドイツ最大の滝トリベルクの滝をイメージした人工滝があります。早速お部屋を見ていきましょう。3タイプあるお部屋のうち、今回はヘンゼルとグレーテルルームを選びました。童話のヘンゼルとグレーテルをテーマにした深い森の緑をイメージしたお部屋です。そしてベランダでは草津の街並みを贅沢に眺めることができます。そしてお部屋にはこの風景を見ながら入れる露天風呂がついています。手前に洗面、その奥にシャワー、そして一番奥にヒノキの浴槽があります。湯張りボタンは入り口にあります。お湯を張っている間に他の温泉をご紹介しましょう。6階に来ました。まずは眺望浴場をご案内します。
次は貸し切り風呂をご案内します。4つの貸し切り風呂はなんと無料で何度でも利用可能。待合室のランプが消えていたら使用できます。一番手前は森の湯。ヒノキの浴槽に目の前には青空が広がり、まさに森の湯です。次は岩の湯です。風情があり、雪見酒をしたくなるようなお風呂です。山の湯には大きな木の浴槽があります。4つ目は風の湯です。こちらは赤のお部屋。浴槽も赤と雅です。陶器製で遠赤外線効果があり、入ったら体がポカポカになりました。ラビスタさんといえばインクルーシブサービス。最上階のラウンジに時間で変わるサービスがあります。アイスやドリンク、強立メンテナンスさんおなじみの夜泣きそばが提供されます。そして隣のメテオールでは注ぎたての生ビールやソーセージ、ナイトタイムのサービスなどが提供されます。そしてコインを入れずボタンを押すだけで飲み物を買える自販機もあります。お夕食はレストランマノスでいただきます。食前酒から始まり、前菜5種盛り合わせ。マノスのキャベツロールはスーッと切れる柔らかさです。フカヒレとキノコのスープパイ包み。サワラとホタテのポワレ、ウニソース。上州牛のロースト。抹茶のムース、チョコレートアイス。マノスのコーヒーなど。マノスさんでは旬の食材や地元産の野菜を使った洋食のフルコースをいただけます。朝食もマノスさんでバイキングです。ローストビーフのっけサラダに目の前でシェフが焼いてくれたオムレツ、麦豚の揚げ物にスイーツもあります。ラビスタ草津ヒルズさんのお食事は華やかで美味しく、いろんなサービスを楽しみながら温泉を楽しめるワクワクするホテルでした。次にご紹介するのはホテルシーラックパルさん。お値段は三流、設備は一流という言葉を掲げている通り、お値段とサービスに驚いたホテルです。ぜひ一泊いくらか想像しながらご覧ください。1階には有料サービスのサーバーから入れる生ビールや栃木の地酒も気軽に楽しむことができます。あったら嬉しいおつまみにお酒やジュースの自販機も揃っています。朝食会場にあるコーヒーやラテ、お茶やドリンク類も無料です。入浴剤やコーム、ボディタオルなどのアメニティや朝刊も自由に持っていけます。お部屋はツインを選びました。寝心地の良いベッドにバスタブは広々140センチ、43型のテレビでは
映画などが無料で見放題。置くだけで充電できるスマホ充電器も嬉しいサービスです。そして朝食も無料。自家製ベーカリーの焼きたてパンやカレー、サラダやおかずも自由に食べられ、宿泊料金はなんと2人で9790円でした。しかもチェックアウトはお部屋の鍵をフロントのボックスに入れるだけ。お値段はお安くサービスが素晴らしい、居心地の良いホテルでした。次にご紹介するのは、プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選の5位以内に毎年ランキングされている白玉の湯花宝山です。新潟県の月岡温泉にある温泉宿で2023年12月にリニューアルされたお部屋があるので、そちらの情報も一緒に見ていきましょう。ロビーやラウンジは豪華で広々としています。天井もとても高いです。私は和風スタンダードのお部屋に宿泊しましたが、2023年12月にリニューアルされた貸し切り風呂付きのお部屋の情報が公開されたので、一緒に見ていきましょう。まずご紹介するのはサウナと露天風呂付きのお部屋です。ダブルベッドのツインと12畳のお部屋にリビング、そしてプライベートサウナもあり、ロウリュも楽しめます。チラー甘美の水風呂は通年15度を維持。サウナの後は雄大な越後平野1号の露天風呂で整えるお部屋です。その他最上階には露天風呂付きはベッドルームもあり、露天風呂も広々としたデッキスペース付き。他にも露天風呂付きは洋室もあり、晴れてる日は佐渡まで見渡すことができます。その他のお風呂をご案内します。花宝山にはたくさんの大浴場を備えた露天風呂に、風情のある外の渡り廊下を渡っていく貸し切り露天風呂もあります。貸し切り露天風呂はこちらのほか星の船もあります。そしてお夕食は新潟の食材の美味しさを堪能できるよう調理された、見た目も美しい海の幸や山の幸が勢ぞろい。そして朝食はコンベンションホールでバイキングを楽しめます。地元の自慢の食材を使ったメニューは約80種類。その中でも特におすすめなのはかけ放題のイクラに南蛮エビ、新鮮なお刺身をコシヒカリに乗せて作れる海鮮丼です。私はお夕食を食べ過ぎてあまり食べれませんでしたが、朝から海鮮丼を食べれるなんて嬉しいですよね。おすすめのホテル・旅館の旅はお楽しみいただけたでしょうか。もしこの動画が良いと思いましたら、チャンネル登録・高評価をお願いいたします。いつもより長めとなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。